はい。こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴及びコメントなどいただき、取り組みの活力になってます。本当にありがとうございます。今回はですね、こちらの大きな包丁の紹介をさせていただきながら、研いで綺麗にしていきたいなと思ってますので、何か包丁の研ぎ等の参考にしていただければなというふうに思っております。では、まずこちらの包丁の詳細なんですけれども、先週仕入れました。かなり大きな出刃包丁ですね。一応一般的には鮭切りというふうに言われていて、薄口なんですよね。でかいんですけど、ここの幅がそんなに厚くないので、大きい魚の切り身なんかによく使われています。おそらく市場の魚屋さんとか仲卸さんが使用するものですね、一般的には。で、刃渡りが30センチ、一尺。で、重さが340かな。で、銘はちょっと見にくいですけれども、登録の2、正明って書いてるんですね。数字の2。二正明って言うんでしょうかね。ちょっと読み方はわからないんですけれども、小田原の方で刃物店を営んでいるお店のブランドですね。でここに白と最後書いてるので、白鋼を使用された包丁になってます。で、仕立ては黒打ちなんですよね。こちらも私の持っている黒打ちの鮭切りなんですけれども、長さともに同じ感じですね。ちょっとここの幅がこっちの方が狭いような気がするんですけれども、これが新品の状態です。一応黒打ちという包丁は、あえて焼かれた状態のままで、残してですね、錆の付着を防止することができるんですよね。それと、磨きという作業を行わないことで、価格を安価にして作られているという特徴があります。で、包丁を巻いているこの新聞を見ると、1994年と書かれていたので、29年ほど前の包丁になるんでしょうかね。ちなみに、知り合いだったので、1000円という激安で譲っていただきました。お得ですね。状態としてはここにちょっと見にくいですけど、刃こぼれが少しあって、研ぎ癖も切り刃のところが曲がって先が当たってないので、研ぎ直すのはなかなか大変そうなんですけれども、少しずつ修正していってみようかなと思います。まずは切り刃のところに荒砥石を当てて、形を作ってですね、同時に刃もつけていきながら、その後中砥石で刃先を整えて仕上げでという感じで進めていこうかなと思ってます。はい。では、研ぎの方を進めていこうかなと思います。一応荒砥石、水にしっかりつけて、面直しをしっかりしています。まずは、この切り刃にピタッと当てて、この辺が全く当たってないので、形をぐーっと同じような幅に揃えてみたいかなと思います。では始めていきます。この先が全然尖れていなかったんですよね、ここが。こういった感じで当てながら研いでいく感じになります。ここのところが膨らんでて少し当たらないのと、刃元と先の方はうまく当たってますね。この幅がちょっと狭いぐらいで。これほんと2、3分しか研いでないので、こういう形で研ぎ進めていくと、しっかりと当たるかなという感じです。こんな感じですね。じゃあもうちょっと研いでいってみます。5分ほど研ぎましたけれども、切り刃にはうまく当たってますね。しのぎの筋は少し波打ってるような気がしますけれども、このまま研ぎ進めていけばいい感じなんじゃないかなと思います。はい、おそらく10分ほど研ぎました。切り刃には綺麗に当たっています。で、まだ掛けのところの修正までは研ぎ切れてないんですけれども、若干返りは出てきながら研げてはいるので、ちょっとこんな形で中砥石の方移っていこうかなと思います。で、包丁も大きいので、こちらの特大のキング砥石を使って、では荒砥石で研いだところを中砥石で調整していきます。久しぶりにこの大きい砥石使いましたけど、
使いやすいですね。まだ裏は一回も研いでないので、ちょっとこの辺で軽く当てときます。まあ少し帰りを取るぐらいな感じでいいと思うんですけど、綺麗に当たってますね。これ切り身用ですけども、大きな魚は骨も硬いので、あんまり刃が尖っているとかけやすいのかなと思います。ちょっと刃先が綺麗に当たるまでもうちょっと研ぎ進めていこうかなと思ってます。はい、中砥石も10分ほど研ぎました。こんな形で仕上げに移って、あとちょっと綺麗に磨いて終了しようかなと思います。はい、天然砥石を使って最後仕上げに当てていきます。もう研ぎ方は荒砥石も中砥石も仕上げ砥石も基本的に変わらないんですよね。荒砥石でしっかりと形作りをするということがポイントですね。で、中砥石に当てて細かく繊細にしてあげると。で、最後のこの仕上げはより長切れしたり刃先の繊細さが変わります。今同じように当てていってますね。やっぱりちょっと当たらないっていうことは少し包丁が歪んでいるのかちょっとよくわかんないですね。はい、天然砥石も綺麗に刃先が当たったのでこれぐらいで終了します。じゃあちょっと全体的にクレンザーをかけて磨いていってみます。もう黒打ちなので本来黒サビの部分は取りたくないんですけど、かなり取れてしまっているので汚れを取る意味も踏まえて、ちょっといいスポンジがなかったので1000番の耐水ペーパーでついでに磨いてます。どうでしょうかね。いいですよね。あんまり本当に削りすぎると黒サビは取れちゃうんですけど、まあ赤サビが残んないようにして、はい、いい感じで綺麗になりましたね。以上で研ぎの方が終了します。はい、ということで今回は仕入れてきたこちらの鮭切り包丁の紹介と、簡単ではございますけれども研ぎ直しをしていきました。比較的切り刃にピタッと当たって研ぎやすかったは研ぎやすかったです。ただ丸っぱになってたので刃がつくのに時間がかかりましたけれども、刃掛けのところまでは研ぎ切れなかったという状態ですかね。なかなかご家庭では使用しない特殊包丁ではありましたけれども、研ぎのポイントはそれぞれあまり変わらないので、ぜひ何か参考にしていただければなというふうなことで動画の方を撮らせていただきました。家に欠けた包丁があるとかっていう方は結構いらっしゃると思うので、ぜひ一度チャレンジしてみてはいかがかなと思います。その他私のチャンネルではもろもろ包丁や砥石に関する情報をいろいろ配信してますので、ぜひそちらも見ていただけるとありがたいかなと思います。また合わせて質問等ございましたらお気軽にコメント欄にいただければなと思います。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。